アジア開発キャピタル株式会社の代表取締役のアンセム・ウォン社長にグローバルエグゼクティブプロトコールのエグゼクティブ向けの研修をご受講いただいて、その感想などをお伺いするインタビューをしたいと思います。この受講を決めて、会社で決めていただいたきっかけを教えてください。私は仕事上、昨年からマレーシアの皇室だったり、マレーシアの首相、そして中国の主要人物とか、タイの皇室のロイヤルファミリーということでやり取りがあって、自分たちがそういった国際プロトコールできてないことをすごい気づかされていて、それでこういった研修を受ける必要があると思って、ネットと Facebook で検索したところ、先生のホームページに出会いました。最初の印象というか、どういうことをしているのかなと思いますか？マレーシアはもともとイギリスの植民地だったので、シンガポールとかオーストラリアと同じように、そのイギリスの礼儀作法だったり、その伝統的なことを代々守ってきて、現代社会にマレーシアが独立されてから、それが良くないと思っている人たちもたくさんいて、その中で、私が受けていた教育はどちらかというとイギリスの教育をベースして、その中で、教えられたものがそれが正しいか間違っているか、もう一度しっかり勉強して、国際人として、自分の行動は果たして、通用するかどうか、もう一度この講義を通じて、再度認識したいと考えていました。どんな講座っていうふうに思ってましたか？最初は先生の Facebook でFacebook を拝見させていただいて、あとホームページの方を拝見して、そういう私は19歳の時からずっと日本だったんですけど、最初はもう白紙一枚で日本に来て、その後日本の礼儀作法にそれが正解だと思って、合に入り合に従いという、合に入り合に従いという一環として、やはり日本に住んでるわけだから、日本のそのルールとかマナーとかいろいろ守らないといけないんですけど、それはマレーシアで受けた教育とは全く違っていて、類似点もあるんですけど、で何が正解なのか、何が、正解ではないのか、そういう迷いはずっと自分の中にあったんですよね。で、先生のFacebook とホームページを拝見して、国際的なプロトコールを守れば、どこの国に行っても失礼にならない対応ができると思っていたので、受講してみたいと思いました。それが企業に役立つということを感じたと。そうですね。決して自分ができていたと思っていないんですが、イギリス系の教育を受けていたので、その学校で教えているものが、これが国際プロトコルだよっていうふうに教えてもらったことないんですよ。という場合は、デイリーファストをしないといけないとか、あるいは部屋に入るときにどういう順番で入るとか、席順とか、当然日本、上座、下座とかのルールとは違うところがあるんですけど、そこはやはりビジネスのシーンでは、あるいは皇室と食事するとき、これマレーシアの大臣レベルの人たちと食事するときは、自分いつも迷っていて、何がどういった基準が正しいのか、日本の基準でやるのか、それともマレーシアで教えてもらった基準でやった方がいいのか、その迷いはずっと自分の中にありまして、そうなると集中して人の話聞けなくなって、そこの弊害やはり最近すごく感じていて、しっかり勉強したいと考えていました。一つの悩みになっていたので。そういった時はインターネットで調べたりとか、本を探したりとかしてたりとかもされたんですか？それは自分的にいろいろ情報収集とか、インターネット上にはいろんな情報が氾濫してるんですけど、その中でいろんな見方があるわけなんですよね。間違った情報もたくさんあって、それがインターネットとかメディアの情報を盲信してはいけないと最近思いました。何がこのインターネット上で間違っていたもので、これが正しかったんだって知れたものありますか？今まで。私は最初日本に留学して慶応大学の柔道部に入ったんですが、その慶応の柔道部は日本で一番古いスポーツ部として知られていて、その中でいろんな日本の組織の教育だったり、
あるいは日本の礼儀作法だったり言葉遣いとかいろいろ教えてもらっていたんですが、その中で乾杯するときは必ず自分が持っているお酒、杯を全部飲み干さないといけないというルールがあって、それが社会人のルールだとずっと思っていて、で私はマレーシアに行った時に教えてもらった、ルールとやはり違っていたので、そういう違いがある中で、今後例えばタイのロイヤルファミリーとか、あるいはマレーシアのロイヤルファミリーと、食事するときに何が正解なのか分からなかったの。インターネットで調べたところ、どちらかというと日本の情報だとビジネスシーンに適用するものが多くて、そういう外交上の礼儀についてほとんど情報がなかったんですね。そうなると同じ、日本で教えてもらったものをその礼儀作法に基づいて外交上の食事で同じことをしてしまうと、終わるときはベロンベロンになってあまりよろしくないと思ってました。今までこうしなきゃいけないと教えてもらって、なぜそうしなきゃいけないのか、その理由をわからないままやってきたわけなんですよね。その後人間が年を取れば取るほどだんだんそのルールを忘れていて、なんでそのルールを守らなきゃいけなかったとか、再認識できたので、そこは今後ビジネスシーンでも、あるいは韓国の首相と食事するときにも、より意識ができるかなと思います。なぜ右側左側があるかとかね、細かい部分ですけどありますかね。なぜドレスコードが決まっているのかとか。一番この授業で衝撃を受けたのが、席順はフランススタイルとイギリススタイルがあって、それはもうマレーシアはずっとイギリススタイルだったんですが、その違いがあったのが知りませんでした。講座の中で印象的だったところ、印象的だったのがフォーマルとセミフォーマルが、自分今まで思ってるセミフォーマルが実はカジュアルだったっていうのがすごく衝撃を受けまして、何のためにドレスコードがあったのか、今までホストがドレスコードを決めるときに面倒くさいなと思う時もあるんですが、今そのドレスコードは統一性だったりコミュニケーションはより円滑にするためのやることを教えていただいて、そこでホストに対する敬意も生じてくるので、そういう意味ではすごく講師はどんな人でしたか？思った以上厳しくて、そういう雰囲気の中で勉強するのがすごく刺激がありました。はい。もうちょっと他の印象ショートコメントだ。先生は最初すごく優しい方だと初対面ですごく優しいというイメージだったんですけど、授業になってから思っていた以上厳しくて、そういう雰囲気の中ですごく勉強のモチベーションも上がるし、知識の吸収率も高まると思います。はい、で国際プロトコールのこと以外は、そのリーダーシップのこととか心理学のこととかいろいろ教えていただいて、今後のそのビジネスのネゴシエーションとかさまざまな心理に適用できるものがたくさん教えていただきました。そうですね。心理学と脳科学的なところ特徴の一つであって、それがあってこその外交じゃないですか。外交ですとかビジネスをうまく進めるための講座ですから、やはりこのたしなみマナーっていうところだけだと足りない。そしてやっぱりそこを知ってこそ、なぜこれがマナーやプロトコールが重要なのかというところは、実は心理学や歴史や教養やそういったさまざまな学問があるからっていうことを感じていただければ今回はいいのかなと思います。そこははい、おっしゃる通りですね。授業を受ける前と、ビフォーアフターが結構その自信が変わっていって、やはり知識が蓄積してその最終的には自分の自信につながるので、そういう意味で今後もっと堂々とビジネスのシーンでも外交のシーンでも、もっと自信を持って臨めると思います。ではこの講座、どんな人や企業へ進められますか？大手企業だったり、あるいは中小企業の
経営陣はもうマストだと思います。一般人でも例えば今後の人生で外交上、例えば海外の政治家だったり、あるいは皇室と会うチャンスがないと思っている人でも教養を深めるための一環として、積極的に勉強した方がいいと思うし、企業の役員さんに必要である理由を、よく日本はその礼儀と礼節を重んじると思われてるんですけど、実は外国人から見ても実は日本人は、日本国内のルールが分かってるんですが、その国際プロトコルだったり、あるいはその他の国の文化について全く知らない場面が結構散見されているので、そういう意味で、やはりその日本国内でそういった教育を受けるチャンスがない中で、自分から積極的に先生の講座を受けたり、メディアの情報を丸飲みではなくて、きちんとした教育を受けた方がいいと私は思います。体系的にね、力を学んだ。じゃあその他がありましたら。この講座を受ける前はどちらかというと柔道部の先輩だったり、あるいはマレーシアの先輩に教えてもらってその通りにやっていったことは多かったんですけど、なんでそれをやらなきゃいけなかったのか正直自分の中ではあまり分からなかったので、講座を受けることによって正解、今まで先輩が教えてくださったことはその中には正解、その正しいこともあって間違っている部分もあるので、そういう意味で今後そういった場面が自分がリーダーとして正しい模範になれると考えておりますので、そういう意味では今後ビジネスのシーンでも、あるいは海外のロイヤルファミリーとか、あるいは首相官邸の人たちとの接触の中でより自信がつくし、そのコミュニケーションをより円滑にできると思っております。威厳と品格というところがそうですね、素晴らしいと思います。これからより向上させていきたいということがあれば最後に教えてください。やはりずっと学び続けたいと思います。この授業を受けてここで終わりではなくて、毎日それを実践して、授業で学んだことを、練習しながら、自分の体の一つ頭で知るだけではなくて、それは自分の人生の中で、どんどん実践していきたいと思います。これからもどんどん成功の道を歩んでいく方だと思いますので、ご活躍を期待しております。ありがとうございます。